こんにちは。今回はこのドクロをスカルプトモードを使って作るチュートリアルとなります。使用するブレンダーのバージョンは 4.1、 そしてペンタブレットは使わずにマウスを使っています。私はブレンダーの設定を変えすぎていて、どこを変えたのかわからなくなっています。なので操作方法やショートカットなどわからないことがあったらコメントお願いします。タブ長押しでスカルプトモードへ、X のアイコンを押して左右対称にします。左のタブからグラブブラシを選択。タブが出ていない場合はキーで出ます。まずは大まかな形をグラブブラシで整えます。アルトを押しながらマウスを左に移動し、サイドビューにシフト R でリメッシュのサイズを設定。 0.05 くらいにします。そうしたらコントロール R でリメッシュ。ドローブラシを選択し、目のくぼみを作ります。コントロールを押しながらマウスをグリグリします。グラブブラシで細かな調整をしながら進めていきます。次はクレイストライプブラシを選択し、削る作業をします。頭蓋骨を作る際は頬骨、こめかみ、眉間を強調させればだいたいそれっぽくなると思います。マウス操作でのクレイストライプブラシは低めのストレンクスにすると扱いやすくなると思います。シフト F で強弱の設定ができるので 0.4 くらいにしてみてください。ここはシフトを押しながらドラッグすることでスムースブラシを使っています。ドローシャープブラシでより一層こめかみ、頬骨のくぼみを強調させます。次は鼻と上顎の部分をグラブブラシで作ります。上顎は思い切ってもっと前の方に出しちゃってもよかったと思います。次は鼻の穴を掘ります。鼻の横をドローシャープで思い切って削ります。頬骨、こめかみ、眉間、鼻横、この4箇所を強調することが今回の動画では重要なポイントとなります。クレイストライプで離した上顎を削ってデコボコな感じを出してみます。
次は簡単にマテリアルを作ってみます。画面右のレンダータブをクリックしてアンビエントオクルージョンを有効化します。シフト AMB と入力しアンビエントオクルージョンを追加。アンビエントオクルージョンは穴などの光が届きにくいところの影をいい感じにしてくれます。シフト A カラーランプを追加。シフト A ミックスカラーを追加。カラーランプのカラーを B につなぎミックスをマルチプライに変更。こうすると A で選ぶ色が基本色となり、そこにアンビエントオクルージョンの影を追加する形となります。ここでエリアライトを追加しています。アンビエントオクルージョンありとなし、それだけで迫力が全然変わります。最後に表面に凹凸を追加します。シフト A からノイズテクスチャーとバンプを追加。ノイズからハイトにつなぎ、バンプからノーマルへとつなぎます。今回はノイズテクスチャーのスケールを12、ディテールを15、ラフネスを 0.65 にしてみました。バンプのストレングスは 0.1。 ここの数値を高くしてしまうと作り物感が強くなってしまうので、ほんのりとわかるくらいの低めの数値にすると良いと思います。お疲れ様でした。ドクロはこれで完成となります。スカルプトモード、中でもグラブブラシはとても便利なのでたくさん使ってみてください。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。最後におまけでドクロを盛り付けてみます。ご視聴ありがとうございました。